人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てしまう未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、はじめにボート中に遭難する事象とは。ボート中の遭難とは、海上や川、湖などでボートや船が何らかのトラブルに見舞われ、元のルートや目的地に戻れなくなった状態を指します。一般的な原因としては、エンジントラブル、悪天候、燃料切れ、潮流や風に流される航行計器の故障などが挙げられます。また、ボートが転覆したり、浸水して沈没するリスクもあります。遭難が発生すると、限られた資源や水、食料を管理しながら救助を待つ必要があります。ボートで遭難する主な原因は以下の通りです。エンジントラブル。エンジンが故障することで動力を失い、船が操縦不能になる。悪天候。突発的な嵐や強風、高波が原因で船が流され、転覆や浸水のリスクが高まる。燃料切れ。長時間の航行や計画外の移動によって燃料が尽きることがある。航行計器の故障。 GPS やコンパスが故障し、進行方向がわからなくなる。潮流や風に流される。ボートが風や潮流に流され、予定していたコースを外れてしまう。パニックや不適切な判断。乗船者がパニックに陥り、適切な判断ができなくなると事態が悪化することになる。遭難時には冷静さを保ち、適切なサバイバル技術と準備が必要となります。2、世界各地での有名な遭難事例。事例1、トム・ハンクス主演映画キャストアウェイ。2000年。映画キャストアウェイは飛行機事故で南太平洋の孤島に漂着した男性の話ですが、実際に似たような状況がボート中の遭難としても起こり得ます。エンジントラブルや燃料切れで船が漂流し、海上で孤立するケースでは、物理的な環境だけでなく、精神的な孤独とも戦う必要があります。映画の主人公が長期間生き延びるために工夫を凝らしたように、サバイバルスキルが重要です。事例に太平洋での遭難。2014年。2014年、メキシコの漁師ホセ・サルバドール・アルバレンガは、太平洋で13ヶ月にわたって漂流した後、無事に救助されました。アルバレンガは嵐によってボートのエンジンが故障し、陸に戻れなくなりましたが、魚を取って食べ、雨水を飲んで生き延びました。彼は当初、友人と一緒にいたものの、友人はサバイバルに失敗しました。精神的な強さが生存において重要であることが、この事例で明らかになりました。事例3、フロリダからキューバへ向かうカヤックでの漂流。2019年。2019年、アメリカの男性がカヤックでフロリダからキューバへ渡航中、悪天候と潮流によりボートが流され、10日間漂流しました。彼は食料や水が限られていたため、持っていた道具を使って淡水を作る工夫をしました。このケースでは、船が小型であるため、特に天候の変化に敏感でした。救助後、彼は遭難中に遭遇した問題に冷静に対処したことが生還の鍵だったと語りました。3、生き延びた人々のエピソード。1、エピソード1、40代男性遭難期間1日。40代の男性が友人と釣りをしていた際にボートのエンジンが故障し、海上で立ち往生しました。彼らは携帯電話を使用し、1日のちに救助されました。このケースでは通信手段があったことが早期救助につながりましたが、彼らは救助が遅れることに備えて救命胴衣を着用し、無駄なエネルギーを消耗しないようにしていました。
2エピソード2 30代女性遭難期間2日間。30代の女性がヨットでの航行中に強風に遭遇し、エンジントラブルが発生しました。彼女はパニックに陥らず、船上にあった食料を計画的に消費し、水を節約しながら救助を待ちました。無線機が故障していたため、2日後に近くの漁船に発見されるまで耐えました。冷静な行動が生還の要因でした。3エピソード3 50代カップル遭難期間4日間。50代のカップルが地中海でのクルージング中に船がエンジントラブルで動けなくなりました。彼らは非常食を小分けにして摂取し、救命ボートを使用して安全な場所まで漂流し続けました。4日後に救助隊が到着しましたが、彼らの冷静な判断と準備が生還の要因となりました。4エピソード4 20代男性遭難期間8日間。20代の男性が釣り中にボートが燃料切れを起こし、海流に流されました。彼は魚を取って食料を確保し、水分は雨水を利用して補給しました。8日後に無事救助されましたが、彼の持っていたサバイバル知識が非常に役立ちました。5エピソード5 30代男性遭難期間10日間。30代の男性が単独でボートでの旅をしていた際、嵐に巻き込まれて航行不能になり、海上を漂流しました。彼はパラシュートフレアを使って救助を求めましたが、嵐の影響で数日間見つけてもらえませんでした。10日後にヘリコプターによって救助されましたが、冷静に状況を把握し、体力を温存したことが生還の要因でした。6エピソード6 40代男性遭難期間12日間。40代の男性がボートで釣りをしている最中に強風に流され、航路を外れて漂流しました。彼は持っていたツールを使って魚を取り、水分は雨水で補いながら体力を温存して救助を待ちました。12日後、海上保安庁によって発見されましたが、彼の冷静な判断が生還の決め手となりました。7エピソード7 50代男性遭難期間24日間。50代の男性が太平洋上での航海中に嵐に巻き込まれ、船が破損しました。彼は救命ボートを使用して生き延びましたが、24日間にわたって漂流しました。この間彼は魚を取り、雨水を飲むなどして生き延びました。最終的に商船によって救助されましたが、彼の精神力とサバイバル技術が生還の要因でした。4事象を克服する技術と方法。1冷静な判断と行動。ボート中に遭難した際、最も重要なのはパニックにならず、冷静に状況を判断することです。エピソード2の女性のように、冷静さを持ちながら状況を分析し、食料と水を計画的に管理することで、救助が来るまでの時間を稼ぐことができます。2通信手段の確保。遭難時には通信手段を確保することが重要です。2通信手段の確保。遭難時には通信手段を確保することが重要です。携帯電話や無線機が使用可能であれば、すぐに救助を呼ぶために使用します。電波が届かない場合には、緊急用ビーコンや衛星電話が役立ちます。エピソード1で携帯電話が救助につながったように、常に必ず通信手段を備えておくことが生還のチャンスを高めます。3救命胴衣の着用。遭難した際、特にボートが転覆する可能性がある場合には、救命胴衣を着用することが絶対に必要です。水に落ちた際、救命胴衣を着ていないと体力を消耗しやすく、低体温症に陥るリスクが高まります。エピソード1の男性は、救命胴衣を着用していたため、無事に救助を待つことができました。4食料と水の管理。食料と水は、遭難が長期化した際に生存を左右する重要な要素です。エピソード2やエピソード5のように、食料と水を計画的に消費することが大切です。特に水分補給が不十分だと脱水症状に陥るため、節約しながら水を摂取する必要があります。また、雨水を集める方法や海水を飲むことを避ける技術が求められます。
5. 救命ボートの使用。エピソード3のカップルのように、ボートが浸水したり転覆した場合、救命ボートが命を救う手段となります。救命ボートはできるだけ早く展開し、ボートから遠く離れないようにします。また、ボート上で風や寒さから身を守るためのシェルターとしても役立ちます。6. 魚を取る技術。エピソード4やエピソード7のように、遭難が長引くと船に備えていた食料が底をつく可能性があります。魚を取る技術を持っていることは、生存において非常に重要です。簡単な道具で魚を捕獲し、食料として利用する技術を学んでおくことで、長期間の漂流に備えることができます。7. 水分確保の技術。遭難中に新鮮な水を確保することは、最も重要なサバイバル技術の一つです。海水を集めたり、淡水化装置を使って海水を飲料水に変えることが可能です。エピソード5やエピソード7のように、雨水を集めて水分を補給することは、長期間の漂流で命をつなぐ鍵となります。船に簡易な淡水化装置や雨水収集用のシートを備えておくと安心です。8. 適切なシグナルの発信。遭難した際、救助隊や他の船に自分の位置を知らせることが必要です。エピソード5の男性が言ったように、発煙筒やパラシュート、フレア、信号ミラーを使用して視覚的なシグナルを発信することで、救助が早まる可能性があります。昼間でも反射光を使って他の船に気づいてもらえるよう、信号ミラーや反射素材を活用しましょう。9. 適切な衣服と防寒具の着用。海上での遭難は、日中の直射日光や夜間の急激な気温低下に対応する必要があります。低体温症や日射病を防ぐため、適切な衣服や防寒具を着用することが重要です。エピソード6やエピソード7のように、防寒具を着用して体温を維持することが生存の鍵となる場合があります。特に夜間の冷え込みに備えて、防寒対策を徹底しましょう。10. 待機中の体力温存。救助が来るまでの間、無理に移動せず、体力を温存することが重要です。エピソード3やエピソード5のように、焦らずに安全な場所で救助を待ち、無駄なエネルギーを使わないようにします。特に、長時間の漂流が予想される場合には、体力を維持することが生存において非常に重要です。11. 精神力の維持。遭難時の精神的なストレスは大きく、パニックや絶望感に陥ると判断力が鈍り、生存率が下がる可能性があります。エピソード7の男性は、精神的な強さが生存の鍵となりました。希望を持ち、冷静に対処することで、救助が来るまでの時間を耐え抜くことができます。精神力を維持するためにも、ポジティブな思考を心がけ、サバイバルに集中することが大切です。5. ユニークな提案。1. 携帯用淡水化装置の持参。携帯用の淡水化装置を持参することで、長期間の漂流時に新鮮な水を確保できます。これにより、海水を飲料水に変えることができ、水分補給が長期間可能になります。特に遠洋での航海には非常に有効です。2. 発光式シグナルフロート。夜間や悪天候時に自分の位置を視覚的に知らせるための発光式シグナルフロートを活用することができます。これにより、暗闇や視界が悪い状況でも救助隊に自分の存在を知らせることができ、救助の確率が高まります。3. ソーラーパネル付きのサバイバルギア。ソーラーパネルを装備したサバイバルギアを持参することで、長時間の漂流中に電力を確保し、通信機器やライトを充電することが可能です。これにより、夜間の視認性や通信手段を確保し続けることができます。6. 励ましと具体的なアドバイス。ボート中の遭難は、誰にとっても恐怖の体験ですが、最も大切なことは冷静さを保つことです。焦らずに状況を正確に把握し、救助が来るまでの間にできる準備をしっかりと行いましょう。まず、通信手段を確認し、救命胴衣を着用して安全を確保します。
体力を温存し、水と食料を慎重に管理しながら、救助が来るまでの時間を耐え抜いてください。希望を捨てず、冷静に対応すれば、必ず救助は来ます。あなたには生き延びる力があります。冷静さを保ち、最善を尽くして行動してください。海での遭難は厳しい環境ですが、あなたのサバイバルスキルと知識があれば必ず乗り越えられます。状況がどれだけ困難でも自分の力を信じて冷静に行動し続けることが生存への道です。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識やこんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価、また実際にこの動画「人生はサバイバル」を見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。ではまた次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。